ボンジュール。今日は特別なところに来ています。幻のシャンパーニュとも言われる最高峰ブランドサロンの昼食会です。普段この場所は一般には公開されていないのですが、今日は特別にフランスで活躍する日本人シェフ、ソムリエさん、そしてジャーナリストを招いての昼食会ということで、私も幸運にも参加させていただくことになりました。見渡す限りのブドウ畑。世界中でスパークリングワインが作られていますけれども、シャンパーニュと名乗れるのは、このシャンパーニュ地方で作られたものだけ。その最高峰とも言われるサロンは、グランクリュに位置づけされているメニルシュール・オジェという村にあります。門構えには S、サロンの頭文字。そしてこちらがメゾンの建物です。この日はサロン社長のディディエ・デュポンさんが私たちを迎えてくれました。隣にいらっしゃるのは森玲子さん、サロンのプレスを担当していらっしゃいます。コロナ禍の間、メゾンではたくさんのお客様を迎えることがなかったようですが、ようやく最近になって、それが再開されました。2日前には欧州委員会の方々が招かれたそうで、そのために、ここに国旗が掲げられているそうです。欧州委員会には属していない日本の国旗も掲げられていますが、日本はヨーロッパの国々と同じくらい大切に思っている国ですというデュポンさんの言葉に拍手が沸きました。その旗の前でみんなで記念写真です。メゾンの建物の奥には熟成中のシャンパーニュが静かに時を刻んでいます。一見すると不安定に見える状態で並んでいますけれども、これはシャンパーニュの泡が生まれるのに必要な工程のためなんです。男性がボトルを手で少しずつ回転させています。瓶の中で発酵の副産物である織が出るのですが、それを瓶の口の方に徐々に集めていくための昔ながらの方法です。この工程、ほとんど機械に変わられているメゾンが多い中、サロンは今でもこうして手間と時間を惜しまずに名手を育んでいます。下の階に降りていくと、歴代のヴィンテージが眠っていました。サロンは約120年の歴史の中でこれまで43回しかリリースされていません。つまり毎年できるというものではなくて、素晴らしいブドウが取れた年にしか作らないというこだわりのシャンパーニュなんです。ここにはなんと1928年のヴィンテージがありました。100年近くの歳月を生きてきたシャンパーニュです。こちらはメゾンの上階の部分。世界中からのお客様を迎えてきた場所です。先ほどの中庭が見えています。会社の本社というよりはどちらかの邸宅に伺ったような感じ。まさにメゾンという名にふさわしい場所ですね。こちらには大統領官邸でサロンが振る舞われた時のメニューなどが飾ってあります。そしてこちらが創業者ユジェーヌ・エメ・サロンの肖像写真。その隣にはこれまでリリースされた歴代のボトルがずらりと並んでいます。一番最初の年が1905年。一番新しい2012年のヴィンテージで43回目ということは、3、4年に一度の割合でしかリリースされてきていないということです。さて、
お楽しみのランチ。まずはサロンの姉妹ブランドであるブラモットのシャンパーニュが振る舞われました。サロンの庭と呼ばれるこの特別なブドウ畑、その一角にテントが設けられて、そこが昼食会の舞台になっています。まずアペリティフのお供にサービスされたのはこちら。真ん中にあるこのシュークリームのようなもの、これグジェールといって、シュー生地にチーズが練り込んであって、とても香ばしくって、シャンパーニュがどんどん進んでしまうような美味しさです。テントの入り口にはフランスと日本の国旗が掲げられていて、友好ムード満点です。美しく整えられたテーブルの上、こちらがメニュー表です。左側には今日いただくシャンパーニュのリストがあって、右側はお食事のコースメニュー。ドラモット、サロン、それとお食事のマリアージュを楽しむというランチです。前菜は石ビラメのテリーヌ、カクテルソースがきれいにお皿に盛られています。添えられていたアスパラガスもとても香り高くて美味しかったです。一緒にいただくのはドラモットブランドブラン2014年ヴィンテージです。そして次のグラスにはサロン2012年ヴィンテージが注がれました。メゾンでいただく蔵出しのシャンパーニュ、格別です。そして合わせたお料理はチキン。シャンパーニュソースには森湯だけが入っているのでしょう。とても香り高くていいバランスでした。Donc voilà, aujourd'hui c'est pour vous. Merci beaucoup. いよいよ本日のお待ちかね、サロン1997年ヴィンテージが注がれます。97年ということはつまり25年間熟成されたシャンパーニュ。けれどもご覧の通り素晴らしい透明感だと思いませんか？これに何を合わせるのかというと、チーズの盛り合わせでした。畑のぶどうの木。このところフランスは本当に太陽に恵まれた日々が続いていたので、ぶどうの生育もすくすくと進んでいるようです。デュポンさん、招待客の間を回って陽気にみんなをもてなしてくれています。そしてこちらはデザートのビスキュイローズ。この季節ならではの赤い実のデザートとドラモットロゼのマリアージュです。サロンの庭でサロンをめでるひととき。コロナ禍の長いトンネルの先に希望の光を見るようです。